そうそう、これなんですよ。ウクライナが直弾道ミサイル撃たれたっていうのがあって、結局アメリカがトランプ大統領になるので、そうするとウクライナが結構強気に言って、要するにその長期的にはアメリカが支援をしなくなるので、ウクライナ負けてしまう可能性が高いよねっていう状態で、ウクライナが結構やらかすんじゃねえかっていうのがあって、ロシアも核使うかもしれねえぞっていうので、直弾道ミサイル ICBM を撃ったんですよ、ロシアが。別に人殺してるんだから直距離ミサイル撃つぐらいあんま関係ないんじゃねっていう考え方もあるんですけど、じゃあ直距離弾道ミサイルを撃つということは、ウクライナ以外のところにも撃って飛ばすことが可能であるという、ヨーロッパだったりアメリカに対する牽制にもなるし、あとは核弾頭を乗せることも可能だよねっていうところで、ほら着弾したでしょ、これに核積んでたら大変なことになるよねというシミュレーションを証明したということでもあるんですよ。核撃てますよ。核だったらあんた方大変なことになってますよ。っていうのを出したっていうのがあって、ロシアが割と勝ちそうなところなので、ウクライナが変にやらかして、ロシアに被害を与えてから、ロシアの長期的な勝ちというのにするぐらいだったら、もう今降伏した方がいいんじゃないですかっていう、脅しでやってる状態だと思うんですよね。一応脅しでやってるっていうことなので、本当に戦術核を使うは僕ないと思うんですよ。アメリカが支援をしなくなると、やっぱりウクライナはなかなか厳しいので、時間の問題でウクライナが負けるようになると思うんですけど、その時にやっぱりロシアが核を使ってると、その後のその世界の中で核を使ったロシアというのはやっぱりやばいやつだよねっていう風になってしまうので、なのでさすがにどうせ勝てるんだったら核までは使わないで勝つっていうところに行くとは思うのですが、ただこれってまともな人のまともな推測なんですよ。で、まともな人のまともな推測をするのであれば、そもそも最初にロシアはウクライナに侵攻していないんですよ。令和の時代、2020年の時代に、ウクライナ攻めますロシアっていうところで、要は、まともな国の代表だったら、いきなりウクライナを攻めて、もちろんウクライナ人とロシア人はめちゃめちゃ仲がいい状態で、村とかを虐殺するわけですよ、ロシアの兵隊が。いやいや、そんなことするわけないでしょっていうのをやっちゃったんですよね。なので、まともな人の行動パターンだったら、さすがに核は使わないよねという予測自体が、そもそも、要は、僕がまともかどうかも置いといて、多くの普通は多分僕と同じ想像すると思うんですけど、普通のまともな人が想像している範囲内で、プーチンさんが判断するかということで、予測をすること自体が間違いのもとなのではないかというふうに考えると、ワンチャンやりかねないと思ってるんですよね。トランプ大統領に対して中国もビビってると。で、なぜ中国がトランプ大統領にビビるかっていうと、何するか分かんないからなんですよ。バイデン大統領だったらいきなりじゃあ中国にミサイル撃つとかないけど、トランプ大統領だったらワンチャンミサイル撃つかもしれないよねっていう、何するか分からない恐怖感っていうのがあるんですけど、で、プーチン大統領も恐れられなければならないトップなんですよ。世界のトップとして。恐れられるというのは何かというと、予想を超えてくるということなんですよ。そうすると、核撃ったら世界中みんなビビるんですよ。やっぱりロシアが核撃ったら日本もめちゃくちゃビビるんですよ。日本とロシアというのは国境線の争いをしている当事者国なんですよ。要するに北方領土というのは日本の領土であると日本は主張していて、ロシアはいやいやロシアだろって主張しているので、国境の争いがすでに起きている当事者国で、そのロシアが、じゃあ核撃つはドーンってなると、いやいや、これロシアになんかきついこと言ったら核撃ってくるかもしんないよねってなると、やっぱり怖くて強いことを言えなくなっちゃうんですよ。で、ロシアとしてはもう経済制裁をすでに受けてる状態で、でもイランとか中国とか、ロシア側支援経済状況というのも結構育ってきてるんですよ。ヨーロッパとかアメリカというのは相手にしなかったとしても、別にインドもガス買ってくれるし、中国とかも石油とかガス買ってくれるし、イランとかも技術を提供してくれるから、ヨーロッパ、アメリカと組まないでも国として構造的に成り立つことは可能だよねという状況に今なってはいるんですよ。でもちろんこれからインフレで大変だよねとかあるんですけど、っていうのを考えると、プーチン大統領やっぱり世界をビビらせるというのが必要であると考えると、一発核撃つっていうのもゼロであると断言するのはちょっと難しいんじゃないかなと思うんですよね。もう厳選はそこら中にいると思うんですけどね。いや、だから僕もね、日本核持った方がいいと思うんですよね。トランプ大統領核持っていいって言ったんだから持った方がいいよねっていう。東京が戦火になる確率はほぼ 0% 思ったが、世界リアルに 10% くらいだと思う。歴史マニアより。東京で行くとだいぶ低いと思うんですけど、日本で行くと僕も 10% くらいあると思ってます。
台湾侵攻が起きた時に、多分八重山諸島の自衛隊基地は抑えなきゃいけないよねとか、これはついでに尖閣諸島を抑えた方がいいよねとかっていうので、台湾侵攻があるかどうかでいくと、アメリカの海軍大将の人が、8年以内に台湾侵攻がある確率が 85% とかしたっけ ?8 割とか7割とか言ってたんですよ。っていうので、多分タイミングさえ良ければやったるでっていうのと、中国がなぜそんなことをしなければいけないのか。じゃあ、ロシアがなぜウクライナ侵攻をしたのかって話なんですけど、本当に戦争したかったわけではないと思うんですよ。ロシアのプーチン大統領、国内の中で強いロシアというのを体現していて、その強いロシアに対して信仰を集めて選挙で勝ち続けて、政治の中枢に続けないと、プーチン多分殺されるんですよ。やりたい放題やりすぎちゃったから、他に政権移ったら、多分違法行為してるから、普通に将来刑務所なんですよ。で、プーチンさん刑務所に入りたくないとすると、ロシアの中でプーチンしかいないよねという状況にしなきゃいけないんですよ。で、そうすると、戦争すると、大体その政権って長持ちするんですよ。文句を言うやつを徴兵して前線に送り込んで、ついでに暗殺とかして、で、もうプーチンに頼むしかないよね。プーチン最高ってなってて、未だにプーチン大統領高い支持率高いじゃないですか。っていう風なのを多分やらざるを得ない状況なんですよ。中国も昔は定期的に政権というのが交代してたので、韓国とかもすぐ定期的に交代して元大統領が逮捕されたりとか殺されたりとかでいろいろあるんですけど、中国ももともとは政権交代あったんですよ。でも習近平さんから政権交代しなくなっちゃったんですよ。政権交代しなくなったということは、政権交代した時に多分違法行為やってるんですよ。違法行為をやりたくないと思ったとしても、忖度してやっちゃうんですよ、手下が。で、結果として、忖度したとしても、あなたがトップだった時代にこういうことが起きましたよね。これは違法行為ですよね。ってなると、政権交代したということは、習近平さんに対してはむしろマイナスイメージを国民が持ってるから、じゃああいつを刑務所に入れるべきだってなると、多分習近平さんは刑務所に入るというのが晩年になっちゃうんですよ。で、習近平さんが刑務所に晩年入らないようにするには、自分の寿命が尽きる前でずっと政権に居続けるという選択肢になるんですよ。で、これは自分自身の問題ではなくて、自分の子供とか親族とかも守るためなんですよ。プーチン大統領も自分一人が刑務所だったら、まあもう俺がやったことがしょうがないよっていうので、諦める可能性もあるんですけど、娘がいるとか、親族がいるっていうので、自分の娘が刑務所に一生入るというのは耐えられないと。であれば、もうウクライナやるしかないよね、みたいな、っていう思想だと思うんですよね。これ完全に想像ですよ。なので、習近平さんが例えば香港の本屋さんにいろいろやりました、みたいなのが戻ってきちゃう可能性があるので、なので、そうすると中国の習近平さんがポジションを居続けるというのをやろうとすると、結果として戦争を起こすというのが支持率維持にとってはやっぱりいいよねっていう手段なんですよね。北朝鮮とかも基本的にはずっと上の方に続けるのは失脚すると殺されるっていう。なので構造上そうなっちゃってるんですよ。連座制ですよね。結局じゃあ国民民主党の評価今下がってるじゃないですか。でも国民民主党で不倫したのは玉木雄一郎だけなんですよ。榛葉さんは不倫してないんですよ。でも国民民主党のイメージ悪くなったじゃないですか。だから結局人ってイメージで団体に対して考えるので、なので習近平体制がなんかやらかしたってなると、習近平さんにつながる人たちとか全員やらかしたっていうやっぱイメージになっちゃうんですよね。なんで多分トランプさんがやらかすとトランプ一族悪いよねっていうことでイバンカさんとかのイメージが悪くなるみたいな。っていうのを考えると、やっぱり中国は何らかしらをやらざるを得ない状況になる可能性があって、そうすると国民の目を欺くためには台湾侵攻というのが手段の一つとしては出てくるよねっていうね。そう、家族大事だよねってね。僕多分ね、腰巾着ムーブでね、結構いいとこまで残ると思いますよ。あ、これ殺されるなーってなると、僕必死の腰巾着ムーブをするので、僕組織人の能力なさそうに見えるんですけど、結構ね、組織人能力高いんですよ。ドワンゴので一応役員とか何でもやったじゃないですか。組織の中では組織の中で振る舞うというやり方がそれなりにできるんですよ。得意か不得意かというと得意ではないんですけどできるんですよ。なので僕夏野さんと仲いいですよ。はい。僕は別にプライド高くないんですよね。この状況でこうした方が得だよねっていう計算が立つと、その計算が立ったゴールに向かっていくっていうゲーマー脳なんですよ。例えばじゃあ、タモリさんの会社で働きたい。タモリさんの靴を舐めたら、タモリさんの会社に入れて、タモリ事務所の中で頭角を現せるってなると、僕多分平気で靴舐めますよ。計算も別にいくらでもできるし、靴も舐めるいくらでもできるし、
だから別にほら、虫とかは食えないですけど、靴舐めるぐらいは別になんか苦いなってなって口洗えばいいだけじゃないですか。なので、そういうこう、ゲーム脳的なところでいくので、これが必要だったらそれをやるべきだよねっていう、タモリさんが面白いっていうだけでさえ。違うんですよね。奥さんはね、長期戦なんですよ。僕ね、短期戦は得意なんですよ。人間関係って基本短期戦なんですよ。この一つ使えるよねって思って、それをじゃあ登用されようっていうのって、多分ね、3年以内に終わるんですよ。むしろ3年以上かかる場合は、やってる手段は正しくない。ここの会社の人と仲良くなろうとか、この人と仲良くなろうっていうのは、基本的には初対面のイメージで大体決まるんですよ。多分初対面イメージと立ち振る舞いで、7割か8割は決まっちゃうんですよね。で、あとはどういうふうに、じゃあこれができますよっていうので、言った約束を守るとか、成果を上げるとかっていうので、2割ぐらいになると思うんですけど、なので短期勝負なので、僕いけるんですけど、家庭って長期戦なんで、持たないんですよね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。